皆さんこんにちは。バルーンパフォーマーのシャンです。今回はインサイドナットをご紹介します。レーズンナットに続くナット、結び目とついた技法となります。海外での呼び方はわかりませんが、日本ではバルーンドレスの第一人者、デイジーバルーンの細貝さんが命名された技法です。内側に入れたバルーンを外側からつまむレーズンナットに対して、こちらは名前の通り内側に結び目を作る技術となります。では、解説に移ります。インサイドナットでは結び目のあるものであれば何でもつなげることはできますが、ここではバブルを例にご紹介します。2回以上結んだ大きめの結び目を持つバブルを用意します。また、結び用の160のバルーンを用意します。260では太すぎてひねり目が外れやすくなってしまいますので、160がおすすめです。まず、ラウンドバルーンを膨らませます。このバルーンは結ばずに、左手で口元を押さえておきます。口元を押さえたまま、先ほど作ったバブルの結び目をラウンドバルーンの外側から押し当てます。赤いバルーンをずっと押し当てたまま、透明なバルーンの空気を徐々に抜きます。最初は口元を目指して指を押し当てていき、口元に届いたら指ごと口元から押し出します。透明なバルーンの口元から赤いバブルの結び目が出てきました。左手で出てきた赤の結び目をつまみます。用意していた160のバルーンを結び目に巻きつけ、しっかりと結びます。できれば2回ぐらい結びます。結んだバルーンごと透明なバルーンの口元から中へ戻し、再度バルーンを膨らませます。レーズンナットでは結び目などが表に見えてしまいましたが、この技法では外から接続跡はほとんど見えません。結び目があっても気にならない場合は、手軽なレーズンナットで良いと思いますが、顔を作ったりする場合は接続跡が見えないことから手間がかかってもこちらのインサイドナットの方がおすすめです。これは一人で行うととても大変な技法ですが、口元からひねり目を出した時にサポートの人に結んでもらうなどするとかなり手軽に実施できる技法でもあります。ただ、十数箇所のインサイドナットを作って最後に穴が開いたり割れたりするとかなり精神的なダメージを受けます。余談ですが、バルーンの大会などでは時々切ない叫び声が聞こえるマインドクラッシャー的なテクニックでもあります。皆さん、インサイドナットいかがでしたか？かなり難しいテクニックでありますが、両面テープや接着剤などを使わずにきれいにバルーンを接続できる手軽な方法はこの技法しかありません。今は難しいテクニックかもしれませんが、大きな作品を作ったりするときにはこの技法でしか表現できないところも出てきますので、必要になったその時のために練習をしておいてください。